あなたは殺されても仕方がない人間は存在すると思いますか？ 1995 年4月15日、アメリカカリフォルニア州サンタアナ、色とりどりのライトが飛び交うナイトクラブの店内では多くの客が陽気な音楽に身を委ねていました。そんな中、一組だけ他の客とは少し雰囲気の異なる5人の男女が、彼らは鋭い眼差しである一人の男を睨みつけていました。ゴッマはあいつで間違いないんだな。グループの中の一人にそう問われ、うなずいたのは当時21歳の女子大生ニコール。彼女が指し示した男がナイトクラブを退店すると、一行はその後を追いました。そして男が運転していたトラックに自分たちの車で勢いよく追突した男女。男はトラックから降りると声を張り上げました。いきなり何しやがんだ。この後男は追突してきたその男女によって吊るし上げられ、肉切り包丁で切り刻まれてしまうんです。5人の男女によって吊るし上げられ切り刻まれてしまった男。一人の女性の性被害が殺人にまで発展してしまったその経緯とは。彼らを暴走させた元凶は決して消えることのない心の傷だったんです。おそすけんちゃんです。いや、みやみこーんです。最近新しいラーメン屋さん開拓とかしてないの？開拓ではないけど、三束っていうラーメン屋がめっちゃ多い。何ラーメン？鶏白湯。私も行ったことあるんだけど。ある？一緒に行ったわよね。一緒に行ったから。あれやっぱうまくね？いや、あれすごく美味しかった。マジでうまいよね。早稲田の影山ってとこも鶏白湯だった気がする。美味しいんだ。そこも美味しかった気がする。御苑の玄海っていう水炊き屋さんはラーメンじゃないけど鶏白湯。あんたの好きな店紹介じゃない。じゃあちょっと今度撮影終わりに食べさせてよ。払ってね、浜学。ケチじゃないよ。俺の宝物なんよ。今回はアメリカで発生した殺人事件をご紹介します。殺人罪に問われたある女性に対し、彼女は悪くないという意見と絶対に許されないという意見で世論が真っ二つに割れた事件なんです。なんか擁護してる側がいるってことは、そういう正当な自己防衛だったとかっていう主張？いや、今回の事件っていうのは復讐事件なんです。本当に人によって意見が分かれる場合もあるかなと思うんで、皆さんもね、この女性が犯した罪について許せるか許せないかとかね、ぜひね、コメント欄で考えながらね、投稿していただければと思います。事件後、長らくアメリカを離れていた女性は帰国後すぐに逮捕されるんです。彼女は殺人事件に関与しているなどとは到底考えられないような女性だったんです。17年越しの断罪。2012年10月、アメリカマサチューセッツ州ボストン空港の出国ゲートでは複数人の警察官が待機していました。来たぞ。そう言うとゲートから現れた一人の女性の元へ歩み寄っていく警察官たち。女性は動揺した様子で自分を取り囲んだ彼らを見回します。あなたを殺人容疑で逮捕します。警察にそう告げられ、手錠をかけられたその女性の名はニコール。母国のアメリカを離れ、ヨーロッパで臨床心理士となり、世界保健機構 WHO のコンサルタントを務めていた非常に優秀な人物でした。彼女は17年前に殺害されたフィリップという男性の殺人容疑で共犯の男女3人と共に一斉逮捕となったんです。一方でニコールはこの後の取り調べで断固として無罪を主張。17年前のあの事件に私の責任はありません。罪を認めるわけにはいきません。彼女は毅然とした態度でそう言い張りました。ニコールが自分の責任ではないという根拠は一体何なのか。17年前、彼女の身に一体何が起きたというのでしょうか。時は遡り、1995年3月下旬、当時21歳のニコールはカリフォルニア州サンタアナのカフェを訪れていました。妹や友人と並んでテーブルについていたニコール。しばらくするとそこにやってきたのは彼女たちよりいくつか年上の男性フィリップでした。いや、待たせてごめん、昨日は楽しかったね。フィリップとニコールたちはこの前日にナイトクラブで知り合ったばかり。連絡先を交換していた彼らは早速食事の約束をしていたんです。2児の父親で物腰の柔らかいフィリップにニコールは純粋に好感を覚えていました。そしてそれは彼らが食事を終えた時のこと。私、一度寮まで荷物を取りに行かなきゃ。この後授業があるから。友人たちに向かい、ニコールは何の気なしにそう告げました。するとフィリップはすかさずこう言ったんです。なら、僕も付き合うよ。大学まで車で行った方が楽だろ。こうしてフィリップはニコールの寮へ一緒に向かうことに。ここで油断して彼を部屋に入れてしまったことが良くなかったんです。この男さ、絶対なんかよからぬこと考えてニコールの部屋までついてきてるでしょ。お察しの通りなんです。ニコールの部屋へ入ると同時にフィリップは先ほどまでの穏やかな様子からは想像もできない一言を発しました。僕、君のこと最初から可愛いと思ってたんだよね。ねえ、今からセックスしないか。
妻子持ちにもかかわらず当然のごとくそう言い放ったフィリップ。さっきまで彼に好感を持っていたニコールは一気に幻滅し、冷めた声でこう言いました。興味ないわ。するとフィリップは有無を言わさず彼女を力任せにベッドに押し込んだんです。やめて、離して。必死に抵抗するニコールでしたが、フィリップの腕力にはかなわず、彼女は無理やりに侵されてしまうんです。ことを終えたフィリップが帰った後、彼女は大学へ向かうこともできず、一人ベッドの上で泣き晴らしました。望まぬ性行為を強要されたことを恥ずかしく思い、この後警察に相談することもできずにいたニコール。自分だけでトラウマを抱え込むその日々に耐えられなくなった彼女は、ある時一人の男に事情を打ち明けるんです。絶対に許せねえ。ニコールからフィリップのことを聞かされ、怒りに震えていたのは彼女の元彼アレックス。彼は声を上げ何度もこう言いました。その後には絶対に痛い目を見せてやんなきゃなんねえ。悩みを打ち明けたニコールに対し、彼女を襲ったフィリップに復讐すると言い出したアレックス。この時ニコールは復讐といっても少し懲らしめるくらいのことだと思っていたんですが、これが殺人事件にまで発展すんの？確かにフィリップがやったことは許せないんだけどさ、警察に突き出せばよかったじゃん。それができてればって事件ですよね、これ。しかもアレックスたちは聞いただけでもね、ドン引きしてしまうような残酷な方法でフィリップを殺害してしまうんです。血祭り。ニコールが性被害を受けた約2週間後の1995年4月15日、彼女はアレックスやその他の友人とサンタアナ市内のナイトクラブへやってきました。そのナイトクラブはフィリップとニコールが知り合った店。元彼のアレックスとその友人たちは大勢の客の中で目を光らせ、フィリップの姿を探します。フィリップってやつはどの男だ？アレックスに問われると無言である一点を指さしたニコール。フィリップはそこで何事もなかったかのように音楽に身を委ねていました。そこからフィリップが退店するまで彼の動向を追っていたアレックスたち。フィリップが店を出たのを見ると、元彼のアレックスを含む男女4人はすぐにその後を追いました。そして店の外を出ると、アレックスたちは自分の車に乗り込み、フィリップのトラックに追突。いきなり何しやがんだ！声を張り上げて外へ飛び出したフィリップに対し、外で待ち構えていたのはアレックスを含む男3人。彼らはフィリップを暴行した後、自分たちの車に押し込むと16キロ走り、仲間の一人が経営する自動車修理工場へ運ぶんです。人目につかないとこに運んだってことよね。そうなんです。人が住んでない工業地帯だったら、泣こうが叫ぼうが気づかれることはまずないですからね。アレックスたちが工場へ向かう一方で、ナイトクラブで待つように言われていたニコール。数時間後、仲間の一人が彼女を呼びに戻ってきました。ニコール、一緒に俺の工場に来てくれ。面白いもんが見られるぜ。そう誘われ、ニコールはその仲間と共に工場へ向かうことに。そしてそこへ到着すると同時に、彼女は思わず息を飲みました。これはどういうこと？震えながらそう口にしたニコール。彼女の目の前ではズタズタに切り刻まれた血まみれの男が天井からぶら下がっていたんです。もはや原型をとどめてはいませんでしたが、その男はアレックスたちに拉致されたフィリップでした。彼はあの後鎖で天井から吊るされ、肉切り包丁で何時間も痛めつけられていたんです。その後アレックスたちはサンターナの郊外まで遺体を運び、道路脇の茂みに行き、翌日警察によって発見されたその遺体は青いタオルで目隠しがされたままの状態でその場に転がっていました。結局警察はフィリップの携帯の着信履歴からニコールにたどり着き、彼女から元彼のアレックスの話を聞きます。また事件当日、フィリップのトラックにアレックスの車が追突するところが目撃されており、警察は彼への嫌疑を強めていたんです。また警察はアレックスが勤めていた自動車修理工場で遺体に巻かれていた目隠しと同じ種類のタオルを発見。工場に血痕が残っていたことも合わせ、アレックスを逮捕するんです。しかし実のところ事件はここで解決とはいかなかったんです。どういうこと？だって犯人はもう分かりきってんじゃないの？アレックスだけが捕まって共犯が野放しになったとかってこと？それが実はこの時、検察と警察は逮捕したアレックスのことさえも罪に問えなかったんです。責任逃れ。検察はフィリップが殺害された事件についてアレックスを裁判にかけようと話を進めていました。しかし実はこの時、起訴は取り下げられているんです。それはアレックスの犯行の重要な証人になるはずだったニコールが事件の直後、彼と結婚していたことが判明したから。アレックスはニコールの元彼って話だったじゃないの？なんで結婚なんて話が出てくるの？実はこれアレックスが罪を追及されないための作戦だったんです。というわけで本日のメトラキーワード、配偶者の証言拒絶特権について。
今回の舞台のカリフォルニア州をはじめアメリカでは多くの州で配偶者の証言拒絶特権が認められています。これは刑事裁判において配偶者に対する不利な証言を拒む権利のこと。証人が被告人と正式な婚姻関係にある場合、検察は証人に対し被告人にとって不利な証言を強制することができない取り決めがあるんです。この配偶者の証言拒絶特権を利用し、2010年メリーランド州では家庭内暴力事件の裁判中、被告人と被害者が裁判所の中で結婚してしまったという事例も。この時はなんと裁判官が即席で結婚式を取り仕切ることになったといいます。配偶者の証言拒絶特権が悪用される事件では、被害者が被告人から圧力をかけられていることが大半。そのため近年は証言を拒む意図での結婚を防ぐため、事件を起こした後に結婚した夫婦についてはこの特権が適用されない州が多いんです。事件後、実行犯のアレックスに結婚を迫られたニコールは彼の要求を断ることができませんでした。怖い。だって彼はあんなひどいやり方で人を殺せるのよ。もはや判別もつかないほどズタズタに傷ついたフィリップの遺体を見せられたニコールは、その事件について証言することさえ怖かったんです。そして検察は当時ニコールの証言なしにアレックスを殺人罪に問う証拠を持ち合わせてはいませんでした。ニコールが証言を拒否したため、それ以上の追及は不可能とされ、起訴は取り下げられてしまうんです。一方でニコールは犯行時、あの男がフィリップだとアレックスたちに指し示したこと、犯行について証言を拒んだことに罪の意識を感じていたのでしょう。自分と同じように性被害のトラウマに悩む人々を助けたいと考えた彼女は、その後学業に励み心理学の博士号を取得するんです。2004年には強制的に結婚させられていたアレックスとも離婚し、ヨーロッパへ。以降はスイスやフランスで臨床心理士として懸命に働いていました。そして事件から17年後の2012年、DNA 鑑定技術の進歩により、自動車修理工場で採取されていた血痕の DNA が被害者フィリップのものだと正式に判明。アレックスと共犯の友人を含め当時事件に関与していた面々が相次いで逮捕されるんです。この時ニコールもボストンで開催される学会への出席のために帰国したところ、身柄を確保されました。裁判において検察はニコールが元彼のアレックスに性被害を打ち明けたことが事件の発端であることと、20年近くもその罪を隠し続けたことを厳しく追及。また特に物議を醸したのは検察による次の主張。そもそも被告人が被害者から性被害を受けたという話は復讐を装うための作り話の可能性があります。検察はニコールに対し、本当は別の動機があるにもかかわらず虚偽の性被害をでっち上げ減刑にこぎつけようとしていると指摘したんです。実は事件当時、警察の捜査によって被害者のフィリップはニコールの妹にも言い寄っていたことが判明しています。ニコールが自分も性被害を受けたと言い出したのは、警察からその事実を聞かされた後のこと。それ以前には警察にも大学関係者にも彼女からの相談がなかったため、ニコールの性被害は後付けで考えた虚偽の証言である可能性があるとされたんです。ちょっと待って、今まではさ、ニコールが性被害者として見てたじゃない。でもそれがでっち上げだったとか、それ本当にしたら話変わってくるわよ。嘘の性被害でアレックスたちをね、犯行に仕向けたことになりますからね、これ。果たしてニコールの性被害の主張は検察の言う通り作り話なんでしょうか。誰にも言えない。時は遡り、1995年3月下旬、当時21歳のニコールはひどく落胆した様子で大学の保健室を訪れた。すいません、緊急避妊ピルをお願いします。看護師に向かい恥を忍んでそう告げたニコール。彼女はフィリップからの性被害によって他人には想像も及ばないほどの心の傷を負っていた。そう、彼との無理やりの性行為はニコールの脳裏に幼い頃、実の父によって凌辱された記憶をフラッシュバックさせていた。看護師にピルを求めたニコールは、たとえ気休めだとしても慰めの言葉を期待していたのかもしれない。しかし、緊急避妊ピルってなんでそんなものが必要なの？ちゃんと避妊しなきゃダメじゃない。冷たい声でそう言い放った看護師は、ニコールの事情も聞かず彼女に軽蔑の眼差しを向ける。そして看護師は報告書にこう書き記した。学生が避妊をせずに性行為し、緊急避妊ピルを求めてきた。事件当時、ニコールは大学の看護師に軽くあしらわれ、性被害を告白することは恥ずかしいことという認識を植え付けられたといいます。看護師のその対応は、幼少期、実の父親から受けた性被害を誰にも相談できなかった彼女の脅迫観念に拍車をかけたんです。そのためニコールは、フィリップからの性被害を警察に届け出ることを躊躇し、悩みに悩んだ挙句、元彼のアレックスに愚痴をこぼすに至ったのだと。40歳となったニコールは、裁判の席でそのしがらみを断ち切るべく、はっきりとこう言いました。性被害は全て真
真実です。結果、陪審員は彼女の性被害については明確な判断は下さず、あくまで殺人計画に関与したか否かに焦点を絞り審議を行ったんです。最終的に司法取引に応じ、実行犯のアレックスについて重要な証言をする役割を果たしたニコールは殺人罪から過失致死罪に減刑。2016年7月15日、懲役6年の判決が言い渡されます。一方でアレックスは第1級殺人及び犯行が誘拐を伴うものだったことから仮釈放なしの終身刑に、その他共犯の一人は最低25年仮釈放なしの終身刑。殺人には加担していないものの、黙認していた者については懲役4年の刑が課されていました。今回の事件に際し、世間にはニコールを擁護する声が溢れ、ネット上の署名活動では2600人以上の支援者が集まったといいます。一方で SNS 上には、たとえ性被害に遭っていたとしても人を殺す権利などない、長年隠して逃げていたのだから罰を受けて当然などの批判の声も。性被害のトラウマに悩むニコールを前に過剰な正義感を暴走させ殺人を犯したアレックスたちは明らかな悪ですが、ニコールについてはどうでしょうか。あの日ナイトクラブでフィリップが犯人だと指し示し、20年近くその罪を黙っていた責任は確かに重いものです。ただフィリップによる性被害がなければそもそもこの事件は起こっていません。また大学の看護師や警察が親身になってニコールをケアできていれば結果は違っていた可能性もあります。ニコールは結果的に罰を受けることになりましたが、あなたは彼女を許せますか、それとも許せませんか。